闇を飛んだよだかが人を知れず星となり照らされた大地で人々は行き交う。この世界は幾多の悲しみの上にある。絶望によって花が咲きそれをきれいと人は言う。花瓶の中の血を出たひまわり、あなたのまだ顔も枯れてしまうかな。日は暮れに包まれた花びらが今砂嵐に舞い上がる。あの日奪われた全てを取り戻せと声が響く。孤独を受け入れた代償で命の火は赤く燃える。それは焼けつくような赤色。この先トルキエ小国は東方世界との貿易にも力を入れたいと考えています。この町の三大商人たるラフモノフ様にぜひともご協力いただけませんでしょうか。ご存知だろうか、マフムートパシャ。この町は商人が皆で協力しながら作り上げた大きな市場みたいなものでね、皆の大事な宝物だ。どこかの国の争いに巻き込むわけにはいきませんな。君たちが何しに来たかは聞かないが、この町を滑る三大商人の一人がトルキエ小国に肩入れした。そんな評判は流せんよ。君たちに協力はできんし、手形を出してやることもできん。申し訳ないがお引き取り願おう。お手上げですね。手形商が手形を出してくれないんじゃこの町で商売は無理だ。三大商人の一人があの調子なら、この町に我々の協力者はいないと考えた方がいいでしょう。おい、待ちなさい。二木様、代金は払ってるんだ。商品は全部置いていってくれなきゃ困ります。金なら返すよ。問屋さん、うちとあんたは30年の付き合いだろ。それが今回限りで取引を打ち切るってどういうわけ？バフラームキャラバンの二木お嬢さん。その問屋さんとは今後このイドリスキャラバンが取引させてもらいますよ。イドリス、お前はうちのラクダ乗りだけじゃなく取引先まで奪う気か。お前らも父さんの恩を忘れたのか。父さんが死んだ途端に他の主人にくら替えするとは。やれやれ、これだからガキは困る。二木お嬢さん、あんたはこの先も彼らの生活を保証してやれるのかい？こいつらはあんたの親父に雇われてたんだ。あんたに雇われてたわけじゃない。いくら父親の手形を継いで手形商になったからといって彼らを縛る権利はないんだ。恨むんだったらあんたが一人前になる前に死んじまった親父さんを恨むんだな。ああ、そうかよ。それでお前は苦労せずに父さんの将路もラクダ乗りも自分のものにできるってわけだ。二木様、ダメです。突っ込んでろ。用があるのはこいつだけだ。手を抑えろ。離せ。暴れたってどうにもならんよ。父親の実績だけで手形商になれた子供を誰が信用して取引してくれる？話してやれ。行くぞ。誰も私と来ないのか。そうか。私ら問屋としましても何の実績もない方とは取引できんですよ。東方将路は盗賊も出るし獣も出る。いっぺん一人で行ってみりゃ自分がいかにバカ言ってるかわかるよ。
俺たちがジョーちゃんのラクダ乗りになる？冗談だろ。知りたくないぜ。20歳になったらまたおいで。もうこの町に私の居場所はどこにもない。昨日までは私もあの中にいたのに、もう商人じゃいられないのか。どうして私一人だけ。父さんが死んだら私はここで生きてはいけないのか。諦めるのならその前に私と組んでみませんか。どこの詐欺師か知らないが、そんな還元に乗るものかよ。もし危険を承知で私と手を組んでもらえるなら、あなたの場所を取り戻してみせますよ。トルキエリ。私はトルキエ小国外事局長トゥグリル・マフムート・パシャ。トルキエ小国の政治家だと。私はアルギロスで世界中を動かすような商売をします。そのために手形商の協力が必要なのです。どうやって世界を動かすんだ。私が乗ってきた船にこれがラクダ30頭分積んであると言ったらどうです？なんだと。この町のしきたりに倣ってあなたが私の申し出を断るというのなら、もうこれ以上のお話はできませんが。もし手形商が外国の政治家と手を組んだなんて知られたら、手形は剥奪、二度と町へは入れない。でもこの町に義理立てる理由なんてどこにもないね。私を追い出した連中に、あんな奴らにこのまま黙って負けるのだけは絶対に嫌だ。では行きましょう、私たちと共に。さあ、今日は腕も見た目も磨きに磨いた写真専門の新しいキャラバン、2機キャラバンの大売り出しだ。こりゃ一体何の真似です、マフムートパシャ。我々はラフモノフさんに身元が割れています。トルキエという国を背負っている以上、表向きだけでも正体は隠しておくべきでしょう。どうぞ近づいてご覧になって。これだけの数のトルキエリが揃う機会なんて二度とやってきませんよ。さすがですね、アビリガさん。女性になりきってますよね。いや、無理があるだろ、こんなでかい女。さて、どなたかうちと取引してくれる問屋はないか。3000、5000、うちだ、うちに売ってくれ。6000。ではこちらに端からご記帳。あれは二木お嬢さんでは。たくましいことだ。昨日の今日でもう新しい商売を始めるとは。さすがバフラームさんの一人娘。これは私がアルギロスを裏切って手に入れた世界だ。だからもう元いた世界には戻れない。でも私はこいつと行くよ。このアルギロスのどの商人も見たことのない世界を見に行く。ここから先が本番です。アルギロスを起点とした東方への商路はいくつか存在しますが、東方の大国チニリと直接商いができるのはラフモノフたち三大商人に限られている。そこに我々も参入できないでしょうか。そりゃ難しいだろう。直販商路の独占が奴らの権力を支えてるんだ。それを犯そうとする奴はこの町から締め出される。なんでチニリと商売がしたい？チニリが裕福で、かつルメリアナから最も遠い国だからです。これから始める商売とトルキエ小国が無関係であると他国に思わせるには、遠く東方へ目をそらしてもらうのがいい。あ、そういやあの人もチニリ人だ。手形商じゃないんだけど、元チニリの偉い人でさ、チニリの皇帝のためにルメリアナの珍しいものを買い付けてるじいさんがいるんだ。昔からすっごく仲良くしてくれてさ。詳しく聞かせてくれませんか。まあ招
きちゃん久しぶり。上がってちょうだい。主人もきっと喜ぶわ。ダメです、旦那様。風呂上がりの散策は気持ちいいの。旦那様、そんな格好でうろついて。お客様だっていらっしゃるのに。やあ、ニキちゃん久しぶりだな。そちらはバフラームキャラバンの新入りかい？いや、私の新しいキャラバンだ。みんな紹介するよ。この人がチニリのワン・イーシン老師。バフラームのやつ行ってしまったか。寂しくなるね。この町に来た時以来の付き合いだったが。ワン老師は20年前にチニリの皇帝から派遣されてきた人でさ。その前は皇帝陛下の親衛隊長を務めておられたとか。昔のことです。戦で足をやられてからはこの町で隠居がてら陛下への献上品を選定しております。私は正式な手形を持っていませんが、チニリに送る場合にのみ特例として制限なしに物を買い付けてよいと三大商人に認めていただいております。そのことでちょっと相談があるんだけどさ。ほう。ご覧ください。ベネディックグラス。以前にも何度か陛下へお送りしたことがありますよ。これをチニリに買い上げていただきたいのです。満単位で。何言ってんだ。高価とはいえ別に珍しくもないもの。そういうことなら私に頼むのは筋違いだよ。チニリと直接商売がしたいなら三大商人のところへ。ワン老師、どうかご熟考を。この取引、我らのみが利するにあらず、あなたにも必ずや利益をもたらすはずです。私が何を得るというのですか？既得権益を揺るがされたラフモノフの反感ですかな？あなたが最も敬愛する皇帝陛下のために全半生を賭して追い求めたチニリの平安です。そういえば来年早々に皇太子殿下の元服祝いの儀があった。その折祝賀に集う民衆に菓使する品がまだ決まっていないはず。ベネディックグラスでなければならぬのだな。はい。いいだろう。2期キャラバンからベネディックグラス40万箱買い受けよう。よ、あなた。このグラスがいかにして平安をもたらすのか楽しみにさせていただくとしよう。どういうことだよ、おい。よろしいのですか、あなた。あのように安請け合いなさったりして。いいんだよ。バルトラインは厄介だからな。バルトライン？アルギロスやベネディックのような商業都市国家は取引できる市場さえあれば領土までは欲しがらん。しかしチニリやバルトラインのような農業や畜産を基盤とする国家はことあるごとに領土を拡大していく傾向があるのだ。いずれチニリも奴らと戦わざるを得まい。だがあのトルキエの小僧はそれを防いでみせると言ってるんだ。小僧とは何です、女の子に向かって。女じゃないよ。あれは商人でもない軍人の手だ。国のためという大義、主君のためという名分、両方並べてこられたら断るわけにはいかんだろう。あの小僧、この俺を試しおったわ。しかし随分と物分かりのいいおっさんでしたね。ワン老師も国家に準じる仕事に就いていた方だったということです。全く話が見えないんだが。来たぞ。ここから先はお任せしますよ。大商人ニキアル・バフラームさん。ああ、分かってるって。第1便ジャマルキャラバンのラクダに運べ。第2便はアフタルキャラバン。第3便はアリキャラバン。皇太子殿下の元服祝いとあらば致し方ありませんな。ことの深大掛かりになってしまいました。ご容赦ください、ラフモノフ様。いやいや、東方貿易の窓口にふさわしいにぎわい。これでまた町の名も上がるというものです。第7便が届いてない？どういうことだよ。グラスの方は何とか届いているのですが、木箱に入れる緩衝材の供給が間に合わず。やはり睨まれてしまいましたね。構わんさ。
もう見ぬであろう我らが祖国に保険を残していけるのだからな。緩衝材って麦わらのことですか？そうなんだよ。箱詰め用の良質のやつが足りないんだとさ。飛んだところで足止めを食ってしまいましたね、マフムートパシャ。これでもう我々は座したままバルトラインが足元を救われる様を目にできるはずです。は？相変わらずよくわかんねえな。セントのすべての穀倉地帯に高速船を派遣。15日以内に20万石の麦わらをベネディックの港へ持ち帰れ。頼むよブレガ。我がベネディックは何があろうと国家の威信にかけて受けた契約は必ず守る。故に我が国の友好国も契約に絶大な信頼を置いている。その事実こそがベネディックをセントロ一の商業国家たらしめてきたのだ。ダッコルド、サロスの小麦を我が国にお売りいただきたい。通常の5倍の額をお支払いしましょう。5倍？国王陛下、いけません。あの小麦は帝国に送るのが慣例のはず。カピタンブレガ、小麦は未だ爆睡の状態。脱穀をして藁にするには最低7日はかかります。脱穀などは帰国の途中で行えます。脱穀具も一緒に売っていただけますか？帝国にどのような言い訳をなさるおつもりですか？案ずるな。帝国との間に契約書があったわけではない。相場の5倍だぞ、5倍。サロスの小麦がベネディックに。木さんが狂っちまったようだね、ルイ。トルキエ攻めの兵糧にはサロスの小麦を当てるつもりだったんだろ。せっかく内乱工作をしてトルキエの国力を削いだってのに、これじゃ機械が逃げちまうね。のろしを上げろ。ホイニキや中流艦隊にサロスの小麦を確保させる。ベネディックは厄介だがローに任せればうまくやるだろう。はっ。友好国とかぬるいこと言ってるからこういう羽目になるんだよ。必要な場所は一つ残らず領土にしとけばよかったのさ。そうですね、考えておきましょう。しかしどうしてこの時期に小麦の市場が動いた？偶然か？なんと無茶な命令をよこしてくるのだ。一度始めた商売は何を置いても完遂させる。それがベネディックという国です。商品をこちらによこせと言って聞く相手ではありません。何を悠長にしておられる。急ぎませんと。艦長殿、のろしを見なかったことにはできぬものかな。帝国がポイニキアを滅した後もベネディックとは良好な関係を築いてきた。それをみすみすこの手で破壊するなど。命令は絶対です。そのようにおっしゃるなら帝国の臣としてあなたを告発せざるを得ない。やれやれ、気が進まんの。ベネディック艦隊停戦されたし、帰還の積み荷は本来帝国の港に届くべき品である。代金は全てお返しする。積み荷を渡していただきたい。船舶信号で返答を。はっ。手違いがあると言われるなら私でなくベネディック共和国会と交渉されよ。その命が変わらぬ限り積み荷を売り渡すことはない。もっともだの。責任は全て私が負おう。それでは我らもこのまま機関とベネディックに同行させてもらうと返答を。はっ。ロー提督は敵に妥協されるおつもりか。いかがされます。ベネディック艦隊も止まる気配はありませんが。前進しろ。力ずくでもベネディック艦を止めるんだ。何をする気だ。引き返せ。バカ者が。その数日後、ベネディック海軍とバルトライン海軍の衝突およびライアン・ロー提督捕獲の知らせが届けられた。港じゃ事件の噂で持ちきりだよ。私らの勝ったベネディックグラスがきっかけで。パシャの狙いはこれだったのか。秋の小麦が届かなきゃ帝国の遠征はできないからな。いや、
こっちの財布が傷んだのはトルキエリの一件だけじゃないですか。経済力も軍事力同様、温存すべき大事な国力です。国力を減らさずに帝国の侵攻を阻止できるなら、それに越したことはない。パドローネの真の狙いはそれだけじゃないでしょう。バルトラインとベネディックを敵対させることだった。バルトラインにとってベネディックは立ちはだかる最大の障壁と映ったでしょう。ベネディックもバルトラインをセントロのルールを平気で踏み荒らす危険な国と判断したはず。お見事です。これで両国はお互いの敵となり、トルキエはベネディックを味方の陣営に引き入れることに成功したというわけですね。ノッポ、お前自分の祖国が利用されたのに感心するのか？ベネディック人とはそういうものです。たとえ自国を利用されようと、その手際が見事であれば惨憺を惜しまない。そりゃまた随分人のいい子だな。買いかぶりすぎですよ。ニキさんと出会えたからこそこの企みが生まれたのですから。ありがとう。これでトルキエは帝国への反抗を準備する貴重な時間を得ました。私にどれだけのことができたかわからないけど、あんたたちと仕事するのは楽しかった。私からも礼を言うよ。ありがとう。けど今回は話が大きくなりすぎた。2機キャラバンの正体が三大商人にバレるのも時間の問題だろう。私はもうこの町にはいられない。私はあなたを利用した。それでもあんたたちについたのは私自身の選択だ。おかげで外の広い世界を垣間見れた。あんたたちと言ったらこの先もたくさん面白いもんが見れそうだ。私が見たこともないような世界を見せてくれるかい、マフムート。喜んで。風のように突然吹き込む暑い季節風。あの日の思いが今よみがえる。いつも怒りを抱えてた作り笑いさえもできず、いつも何かに怯えてた。踏み出す一歩が怖くてマイマイ。もうどれくらい経ったのだろう。選んだ道はまっすぐじゃなくても、心はいつもあの頃のまま、形だけを変えながら Life is like a wind。 風のように。民は飢え、悪臭が漂う。ウラドの寿命はもう。いいえ、国王陛下、まだ終わっていません。次回、北の王国、この国を救ってください、パシャ。